地球の皆さんこんにちは、月くんです。今日は悲劇のヒーローウルトラマンレオの解説動画です。シャキーン。すべての世代に関わりがあるウルトラマンですので、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録をしてくれたら、ダンに褒められた時の弦くらい喜びます。ウルトラマンレオはウルトラシリーズ初の M78 星雲以外の星出身のウルトラマンです。獅子座 L77 星の出身で、その星の王族でした。M78 星雲光の国の王族であるユリアンも顔にしっかり鼻があるので、何か関係あるのかもしれませんね。もともと M78 星雲と獅子座 L77 星は先祖は同じですので、もしかしたら遠い親戚だったりするのかもしれませんね。皆さんご存知の通り、双子の弟アストラがいます。年齢は1万歳でウルトラ兄弟7番目のウルトラマンとなります。出身地が違うからか、地球での活動時間は2分40秒となっています。宇宙憲法の使い手で、格闘戦が得意で、体の配色と同じでレッド族っぽい特徴を持っています。一番有名な必殺技はレオキック。使用頻度が一番高いです。レオヌンチャクも有名ですけど、意外と本編では1回しか使用していません。他にもエネルギー供給やシューティングビームなどの光線技もありますし、ウルトラダブルスラッシャーというアストラとの合体技もあります。ここからは2021年6月末現在までに分かっているウルトラマンレオの人生経歴について解説していきたいと思います。先ほどもお伝えしました通り、ウルトラマンレオは獅子座 L77 星出身なんですけど、そのふるさとがマグマ星人に襲われてしまい滅ぼされてしまいます。この時生き残ったのはレオだけですので、家族も故郷も友人も全て失ったことになります。後々弟のアストラが生き残っていたことはわかるんですけど、この時は一人ぼっちでした。宇宙を放浪していたレオは獅子座 L77 星にそっくりな地球に流れ着いて、ここを第二の故郷にしようということで、大鳥ゲンという地球人のふりをしてしれっと住むことにします。この時ウルトラマン太郎が地球を去ってから、ウルトラセブンこと諸星ダンがもう一度地球に来てくれていて、防衛チームマックの隊長として地球を守ってくれていました。で、レオが地球にサイレントで移住してきた1ヶ月後に、レオの故郷を滅ぼしたマグマ星人がレッドギラスとブラックギラスを引き連れて地球にやってきます。当然ウルトラセブンが戦うんですけど、3対1なのでかなり厳しい状況になります。ここで数多くの視聴者にトラウマを植え付けたウルトラセブン足ボキボキ事件が起こってしまいます。セブンがかなりしつこめにブラックギラスに足を折られてしまいます。マグマ星人を見たレオが火星に入ってなんとか追い返すことには成功するんですけど、セブンは重傷を負ってしまって変身する能力を失ってしまいます。その時ダンがゲンに君は何者なんだみたいな質問をするんですけど、その時ゲンがウルトラマンレオですって答えるんですけど、ダンにいや誰やねんみたいな顔されるんですよね。出身が違うから当たり前なんですけど、で自分はもう変身できないから防衛チームに入って自分の代わりに地球を守ってくれってゲンにお願いするんですけど、それがすごい足場の悪い岩場で喋ってるんですけど、そこじゃなきゃダメなのって思うんですけど、そこは気にしないでください。そんな感じでダンの下でウルトラマンとしても人間としても成長して、逆境に立ち向かいながら第二の故郷地球を守っていくストーリーがウルトラマンレオの本編です。序盤のレオは苦戦の連続でした。そもそも宇宙警備隊のエリートみたいに戦士としての特訓を受けてきたわけではないですので、序盤のレオはそんなに強くなくて、新しい敵が出てくるたびに修行して特訓してやっと倒すというのを繰り返していました。その修行が昭和全開のとんでもない理不尽な修行ばっかりで、もうキックで滝を切れとかジープで追いかけ回しといて逃げるなとか、もう意味が分かりませんもんね。この一連の修行についてはまた別の動画を出したいと思います。そんな過酷な修行を繰り返して真面目でまっすぐな性格のゲンはどんどん強くなっていきます。それと同時に地球人との友情ですとか愛情、彼女ですよねとか、マックのみんなやダンですとか仲間ができます。そこからかつて飼っていたペットと再会したり、アストラが生きていたことが分かったり、いろいろなことがあったんですが、特に大きかった出来事が38話39話で起こったあの有名なレオ兄弟とウルトラ兄弟との殺し合いですよね。でこれって今で言ったらニュージェネレーションヒーローズのみんなと Z とトリガーが殺し合いするみたいなことですからね。これについても別動画を作る予定ですので、あまり深く掘り下げませんが、ウルトラマンキングも絡んでくる一大事件となりました。しかしこの事件がきっかけでレオ兄弟もウルトラ兄弟入りを果たすことができました。一時は故郷を失って両親を失って
仲間を失って全てを失った男に新しい故郷ができて、新しい仲間ができて、ようやく再出発の土壌が整ったぞという時に、なんと再び悲劇が彼を襲います。ある日、マックのみんなで松木隊員というクソ美人の女性隊員の誕生日会を開いていたんですけど、そこに円盤生物シルバーブルーメが襲ってきて、ゲン以外のマックの隊員を基地ごと飲み込んで全滅させます。しかもその後町も襲って、ゲンの彼女や家族同然に接していた人や一般市民もまとめてたくさんの人を殺害してしまいます。ウルトラシリーズ史上最悪と言っていいほどの被害で、多くの視聴者にトラウマを植え付けた大事件です。もうゲンというかレオがかわいそうすぎますよね。シルバーブルーメンを倒す時も怒りに支配されて荒れ狂っててもおかしくないのに、学校を守りながら戦って最後ドロドロに溶かされたマッキーとかマックステーションを引きずり出した後を倒すんですよね。こんな状況になっても腐らずに前を向いてベストを尽くして地球を守ってくれていたわけですよ。大鳥ゲンさん、ウルトラマンレオさん、ありがとうございます。ブラック指令が差し向けたシルバーブルームから始まった円盤生物たちを退けた後、レオは第二の故郷となった地球の自然を見て回るために旅に出ます。その後1986年にユーキラーザウルスを封印するために初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンジャック、ウルトラマンエースが地球に来たのと同時にウルトラマンレオが入れ替わりで光の国に行きます。ということはウルトラマン80が地球にいた時、ウルトラマンレオも地球にいたっていうことですよね。プラズママイナズマ戦とか助けに入る寸前まで行ってそうですよね。光の国へ行った後は宇宙警備隊員としてキャリアを積んで、20年後のウルトラマンメビウスの34話でリフレクト星人に負けたウルトラマンメビウスを叱咤激励するために再び地球に来ています。メビウスと決闘したり共闘したりした後、地球を託して光の国へ帰るんですけど、最終章で他のウルトラ兄弟と一緒に太陽付近まで来てくれています。その後ウルトラ銀河伝説で計76星で問題児のウルトラマンゼロに厳しい特訓をつけています。レオはゼロの師匠になったので、レオ目線で見ると師匠の息子の師匠になったわけですよね。当時のゼロはとんでもないことをやらかしたばっかりだったので、テクターギアという自由に身動きを取れないような鎧みたいなものをつけていたんですけど、ウルトラマンレオの判断でそれを外すことになります。その後ゼロと一緒に怪獣墓場に向かって初代ウルトラマンやダイナやメビウスやレイたちと一緒にベリアルやベルドラと戦います。その後もゼロのことを気にかけていて、次元の狭間で偽ウルトラ兄弟と戦うゼロを助けたり、ゼロとコスモスとダイナが合体しているウルトラマンサーガを援護するために怪獣兵器と戦ったりしました。ウルトラファイトビクトリーではキングに言われてアストロやエースや光と一緒にヤプールが送り込んだ超獣たちと戦ったり、スーパーグランドキングスペクターと戦ったりしました。レオ兄弟や光が銀河やビクトリーと一緒に戦うのが激アツでしたね。ウルトラマン Z のボイスドラマからの推測ですけど、ウルトラマン Z はまだレオ兄弟と面識がなさそうですので、初絡みがすごく楽しみですね。はい、いかがだったでしょうか。ウルトラマンレオ解説でした。レオの一生が壮絶すぎてふざけたりするタイミングがあんまりなかったので、単調な動画になってしまっていないかすごく心配ですが、ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。改めてウルトラマンレオの素晴らしさが分かっていただけたかと思います。こんな感じでウルトラ選手の解説動画ですとかランキング動画ですとかどんどん公開していきますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画で。さよなら。